どうも皆さんおはこんばんちは、今回もやっていきます。模擬宇宙の郊外。今回はどんな構成で攻略していくんだ？宇宙の郊外は超高難易度コンテンツ、ジェパード、羅刹、陰月など強いキャラが必須と言われている環境ですが、やっぱりナノカちゃんが最強なんだよね。なんか前にも見たことあるな。今回は、ナノヘル構築で重要な立ち回りや、記憶の祝福で攻略する利点をお伝えしていこうと思います。今回の目標は2つです。羅刹、白露、ジェパードという必須級の生存補助を使わない。その上で可能な限りのボーナスマスを踏んで、難易度を6段階以上強化された状態でクリアです。いやさすがにこの超廉価パーティーでそんなに強化されたボスが倒せるのか？超廃課金パーティーでも、6段階以上強化された最終ボスを倒すのは、並大抵の難易度ではありません。普通にボスの攻撃ワンパンで味方がやられます。ですが今回の記憶の祝福、7日ヘルタ構成ならそれが可能です。まずは必要な前提条件を聞いておこうか。狂人の奇跡、壊滅の7の解放です。記憶の祝福は、星3のバフである理心がないとダメージが出ません。そのため、星3のバフを手に入れるまでの戦闘が地獄です。この狂人の奇跡、壊滅の7を解放していれば、最初の戦闘の4回をご覧のように簡単にクリアできます。前回の静寂の動画でも見たけど、99% のダメージを与えるのやばいよな。これを利用して、最初の中ボスまでに、完璧体験振りを引いてしまわなくてはなりません。理心は強化された凍結で、解除される時に相手の最大 HP の 30% を削る効果があるんだよな。詳しくは前回紹介した際の、7日動画をぜひ一度ご覧ください。そしてこの理心にするための祝福を手に入れる。これが今回の攻略の一番の難点になります。当然だけど星3の祝福はレアな祝福だし、普通にプレイしてたらなかなか手に入らない。そこで一見サイコロを駆使することが重要となります。記憶、陰りと欲望。これがまず第一のピースです。これはエリア一つを指定して、そのエリアをコピーすることができます。おお、これはかなり強い効果だな。記憶の祝福は、エリアをコピーして広げることができるサイコロが多く、本来であれば少ないボーナスエリアを増やすことができます。ボーナスエリアで発生する、連続イベントなんかもあるんだよな。それをクリアしてイベントコンプリートを目指すためにも、記憶の祝福は何度かお世話になると思います。このボーナスエリアを増やす動きは、覚えておいて損はないでしょう。これを活用して、ボーナスエリアとイベントエリアを渡り歩き、なんとか中ボスまでに理心の祝福を手に入れるのが目標です。そのためにはまだボーナスエリアが足りないか？ここでチート機能を使って、ダイスを操ります。最高レアのサイコロ効果、記憶、知性の発生です。強く効果があるエリアをコピーする効果か。これで一気にボーナスエリアを増やしてしまいます。まあランダムゆえ仕方ないとはいえ、すべて全く同じ位置にコピーしてしまうとは。今回はカウントダウンを6以上オーバーする予定なので、ちょっと積極的に寄り道してイベントエリアを踏んでいきます。このカウントダウン6オーバーでボスを超強化する理由は、狂人の奇跡の後半ミッションで要求されるからですね。私はすでに別の祝福でクリアしちゃったんですが、記憶の祝福でクリアを狙うのが一番簡単なんじゃないかと。それで今回動画の撮影ついでに狙ってるわけだな。どの程度寄り道すると、この超廉価パーティーで耐えられないのか、それの参考になると幸いです。しかしなかなか出てくれないもんだな。理心の祝福は。こればっかりは私も2回ほどやり直してますからね。中ボスまで行って理心が出なければ、優越の祝福で遊んで狂人の奇跡効果を復活させて、また記憶の祝福で挑戦するを繰り返してました。壊滅の7で手に入る 99% ダメージは、この第1ステージをクリアしないと復活しないので、記憶の祝福でクリアを目指す人は、難易度1の第1ステージクリアで復活させると、効率的に理心リセマラができると思います。そしてボーナスマスの連続イベント、超越の鏡が引けたな。これ選択肢がちょっとよくわからなくて、一応3つ目までイベントがあるんですけど、何をどうしたらクリアとなるのか、ネット上で情報を探しても錯綜しています。一旦私の見つけた答えは、一つ目のろうそくを灯してその答えを渇望し、二つ目のろうそくを灯して鏡の中から彼女が出られるよう戦闘し、三つ目のろうそくを灯すというのでイベントは回収したのですが、それでは三つ目のイベントで何も起こらないんですよね。しかも鏡の中から出られるように戦闘するタイミングを、二つ目、三つ目のイベントで選択すると、出てくる敵がどんどん強くなってるみたいで、三つ目のろうそくで敵を出すと、ジェパード羅刹入りの陰月でも手がつけられない始末。何それ怖い。この連続イベントに詳しい方がいたら、コメント欄にてコメントで教えてください。一応イベントのコレクションとしては、三つ目のろうそくを灯せた時点でコンプリートはできてるっぽいけど。とはいえ、正解が気になるのがゲーマーの差がですからね。と、ここで前回もお世話になった虫の巣イベント、デバフの異物が手に入ってしまうのがきついですが、星3の祝福が手に入るのはでかい。そして見事一発で当たりを引きました。一発でって、
この裏に利心引けなかった没回が何回もあるけどな。動画上では一発なので一発なんです。さて、まあこの利心さえ引けてしまえばあとは時間との勝負。相手を凍結させて、凍結したやつを殴って、利心状態になった敵が凍結解除されると大ダメージ。それの繰り返しでボスを倒していくことになります。この討伐スピードを加速させる祝福が、星2の極端体験、呆然自失となるわけですが、まあ細かいことはやっぱり前回の動画を見てください。見るのがめんどくさい人は、とりあえずこの祝福を取ってください。ということで、ひたすら戦闘が長いので高速カット。凍結、利心、解除。これの繰り返し、1回目の中ボスは、攻撃力もそこまで高くないので、時間がかかるものの難なく倒せると思います。問題は、なぜかボス級の敵に利心で与えるダメージが割り引かれていること。最大 HP の 30% のダメージを与えるとの説明文ですが、これ絶対 30% も与えていません。そのため、与えるダメージは相当でかいんですが、相手の HP があまりにも多すぎる結果、戦闘はとても長時間に及びます。極端体験呆然自失がないと、ラスボスはクリア不可能だと思ってください。相手の猛攻に耐えきれずにやられちゃうことが多い。宇宙の郊外難易度5では、敵の火力がバカみたいに高いので、それを耐えきれる構成を組むか、それを応酬される前に倒すかのどちらかです。今回は一応孫悟2枚、北条1枚の3生存補助構成だが、肝心のアタッカー枠はヘルタだからな。7日も孫悟というよりは、凍結付与が中心なので、継続ダメージを治療できたりするのは便利ですが、バリアに過信するのは危険です。難易度5がクリアできずに悩んでいる人は、次のガチャ更新で是が非でも不限とリンクスを確保したいですね。まさかここまで孫悟や北条の評価が上がるとはな。それでもこの構成でクリアを目指すのがうちのチャンネル。このゲームが課金ゲーではなく、しっかりとした育成ゲーであると示したい。お前めっちゃ課金してるよな。何を言っているのかわからないな。あ、スクリューガムさんどうもどうも。呆然自失を売ってくれる？いいんですか？ぜひ買わせてくださいお願いします。お前不限のガチャは絶対いくら使ったか公開させてやるからな。陰月も実は2突まで進めちゃったよ。陰月の2突めちゃくちゃ強くて楽しすぎるんだよ。本当は陰月と不限を貫突しようとしてたんですが、気の迷いでジンとカフカを貫突してしまい、挙句動画にもしないという暴挙。ジンちゃん泣いてるぞ。ジンかっこよくて強いし後悔はしてない。さて、陰りと欲望がお財布にも盤面にも及んでいますが、ここは強く効果のあるエリアを踏んで、効果命中のボーナスを稼いでいきます。とても強い凍結と利心ですが、そもそも敵に凍結が命中しないと意味がありません。ところが効果命中は敵とのレベル差が広がれば広がるほど下がっていき、なんと最終ボスのスボームに関してはレベル94とかいうふざけた設定。まあ自分より強い敵に弱体が入りにくいのは、ゲームとしては至極当然のことだよな。そうですね。ゲームとしては当然ですよね。プレイヤーキャラのレベルが上限80なのに、敵のレベルが94って何考えてんだホヨバース。おかげで与えるダメージもカットされるし、もらうダメージは割増されるし、とんでもない難易度ですよ。なんか盤面がすごいことになってない？ここから怒涛のボーナスエリア連打ゾーン。記憶の祝福は戦闘がかったるいので、できるだけボーナスで済ませたい。このボーナスはなぜかくじに外れると、宇宙のかけらがもらえる美味しいボーナスイベント。しかし参加料の50円が払えない一文なしである。ボーナスエリアが無駄になった。カウントダウンを1進めて、ボスを強くしてしまっただけ。ですがご安心ください。これでボーナスマスを一つ増やせます。あんな遠い場所に増やして、一体最終的にボスは何段階強化されるんだ。危ない。突発イベントでエリアがシャッフルされてたら、私の完璧なボーナスロードが崩落するところだった。そして二つ目のボーナスエリア。このボーナスはなぜかくじに外れると、宇宙のかけらがもらえる美味しいボーナスイベント。しかし参加料の50円が払えない一文なしである。それついさっきも聞いた気がする。ボーナス2連続で無駄にしたってマジ？認めたくないけどマジ。ガチャ回しすぎてお財布枯渇して、最強キャラ貫突できなくて唇噛み締めてる感じ。なんかやけに描写がリアルじゃない？だがここでさらにボーナスエリア追加。私のガチャ資金にも夏のボーナスを追加。ダメです。ダメですか？気を取り直してボーナスエリア3つ目です。これは正真正銘のボーナスエリア。準備のアイオン、イドリラにまつわるイベントですね。このイベントは本当に選択肢の内容が強いんですが、いかんせんなかなか発生してくれないイベント。今回は利心関係の祝福が強化されることを狙って、一番上の選択肢をチョイス。見事狙いがハマって一番重要な振りが強化されたな。もう一つは北条の祝福だったので、まあどっちでもいいって感じですね。さてまだまだボーナスエリアは続きますよ。そろそろカウントダウンを使い果たしますが、ボーナスエリアは可能な限り踏む縛り、2マップ目、4回目のボーナスエリアです。これだけ踏めるなら、運がなくてもボーナスエリアのイベントが、どんどん進んでいくだろうな。これは超越の鏡イベントですね。2回目なので2本目のろうそくです。ここで鏡の中から彼女を引っ張り出しましょう。イベントをしっかり読んでみると、これも準備のアイオンに関するイベントなんだな。果たしてこの選択肢が正解かはわかりませんが、ここで出てくる敵はマジでとんでもなく強いです。不幸中の幸い、中央のボスだけはこう来てくれるので、記憶の祝福で討伐することは可能となっています。画面の上に HP を出してるけど、防御力高めの7日ですら2パンチでこの
のざま。この敵の超火力こそが、宇宙の郊外難易度5の難しいゆえんですよね。羅刹、ジェパードが必須と言われてしまうわけです。果たしてこのパーティーで耐え切ることができるのか。凍結さえしっかり与えることができれば、非ダメージはかなり減らすことができますし、リシンは相変わらずいいダメージをディールしてくれます。また、ナターシャはヒーラーとしてヒール力不足と言われますが、全キャラの中で最も少ない EP で発動できる必殺技は、しっかりとした HP ブーストと治療ブーストをしていれば、パーティーを支えるのに十分な回復を提供してくれます。孫悟主人公はジェパードと違い、SP を全く消費しないで味方に短いスパンでバリアを提供し、またスキルでヘイトを集めれば、持ち前の防御力の高さで十分にタンクしてくれます。宇宙の郊外のスボームのような、大量の雑魚敵からの攻撃にもヘイト集敵は有効ですし、またしても孫悟主人公の評価が爆上がりしてしまいましたね。壊滅聖ちゃんを救いたい。勝手にやってろ。高評価5000超えたら救うので動画の高評価お願いします。高評価の集め方が卑怯。さて、ここで遵守の星さんの祝福が手に入ったので、ちょっと面白いことができそうですね。面白いこと？なんかそんな変な祝福ってあったっけか？この7日とヘルタの構成では、氷漬けになった敵をヘルタがくるくるーで粉砕するので、ヘルタのことをかき氷職人としばしば呼ぶのですが、お前以外に言ってるやつ見たことないぞ。新たな職業に転職したヘルタを後ほどお見せしましょう。で、ここでイエッケンサイコロ効果を引きましたね。ご覧ください。素晴らしい景色です。なんだこのボーナスエリアの数は、これだけボーナスが引ければ、そりゃ攻略も簡単だろ。すでに今第2ステージだけで4回ボーナス引いてんだぞ。2回無駄にしちゃったけどね。そうだったわ。おっと、超越の鏡の3回目ですね。今ろうそく2本目が終わったので、これがろうそく3本目のイベントです。ですが、2回目で戦闘をしていると3回目は何も起こりません。ちなみに、2回目に戦闘をしていないと、監禁の呪いと戦えるのですが、マジで強すぎて勝てたことがありません。大体お前の攻略編成が変則だからだろ。3回目に戦闘するつもりの人は、ガチで準備をして挑んでください。ということで、第2ステージ6回目のボーナスエリア行きます。この3本目のろうそくイベントは、正直外れイベントだったな。ってあれ？このサムネイルは超越の鏡、3本目のろうそくイベントです。なんと、超越の鏡のイベント、無限に出現します。しかも何も起こらない。どういうことなの？多分バグだと思うんですけど、連続イベントが完走してもなぜか最後の一つが繰り返されるんですよね。なので今6回ボーナス引きましたが、4つ無駄なエリアとなってしまいました。そして無情にもボスの強化が開始。7つ目のボーナスエリア、ここで何か進めたいところだが、プーマンボーナス、中央は最初から逃走状態で凍らないので倒せませんが、左右のプーマンは倒せるのでアドですよ。ということで、倍速でプーマン狩り、上位の16倍速です。もはや何が起こってるのかわからんな。2ボスまでもう猶予がないので、ここの祝福選択は吟味したいですね。できれば理心関係の祝福を引きたいところだが、理心解除後、50% の確率で凍結が継続される祝福。これはなかなかいい引きでした。さすがボーナスエリア。もう一つは遵守を取って、運命の工作を解放しておきます。敵の速度を 15% 下げる強力なデバフだな。そして第2ステージ最後のボーナスエリア。なんと合計8つ目のボーナスエリアです。開幕から11エリア経由して、8エリアがボーナスとは、とんでもないボーナス量になってしまったな。だがこのサムネイルは、三度、超越の鏡イベント。ということでここも何も起こらないので、無駄ボーナスエリアとなりました。8分の5が何も起こらない無駄なボーナスエリアです。ボーナスとは一体？それでは第2ステージのボス戦と行きましょう。すでに何段階強化されてるんだ？これで3段階目ですね。敵のレベルは93、かなり強いな。だがしかし、凍らせてしまえばどうということはない？早速シャーベットにしてやりましょう。敵とのレベル差が開くと、効果成功される可能性が上がるわけだが、記憶の祝福では、追憶が付与されたエリアを通るたびに、効果命中がプラス 25% ずつ上がっていきます。現在の効果命中は 275% ボーナス状態。しっかり追憶の付与されたエリアを通ることを心がければ、7日の装備が効果命中が低い状態でも、ちゃんと相手を凍結させることが可能となります。とはいえそれだけ踏んでも 100% では凍ってくれないのか。大体凍結率7割ぐらいでしょうか？ですがこちらには必殺、ヘルタ式餅つきがあります。かき氷作ったり餅ついたり忙しいな。敵を倒すと追加ターン、人生破壊すると追加ターン、追加ターンを獲得しまくることで、一度の凍結で何度も敵の理心を強制発動。まだヘルタのターンは終わっちゃいないぜ。さすがに過労死案件。しかしやはり、敵とのレベル差が原因なのか。最大体力の 30% を削るはずの理心が、18% しか削れてないのは苦しいな。今のも 19% 程度なので、1ゲージ削り切るのに5回か6回理心を解除しないとダメですね。とはいえゲージ1本目は余裕そう。スバローグは2ゲージ目も特に変化がないから、一旦早送りで時間短縮。2ボスはゲパードやカカリアが異常に強いので、スバローグやシカを選べるなら優先して選びたいです。特に凍結で戦う記憶の祝福パーティーでは、
完全凍結耐性を所持しているカカリアは絶対避けるべき。宇宙の郊外では、戦うボスが選べるから、絶対に凍結が効かないボスは避けられるのもポイント。ということで、最終フェーズです。1アタッカー構成だとメインアタッカーが捕まってしまうと、そのままなし崩しにやられてしまいますが、凍結パーティーであれば、特に問題なく進行可能。ヒーラーが捕まっても孫悟が2名いるこの構成なら大丈夫そうだしな。以前の動画のような圧倒的な火力はありませんが、凍結は相手の動きを止められるというのも利点の一つ。例えば量子もつれや、金庫状態は相手を減速はさせるが、解除された瞬間から敵は動き始める。一方凍結であれば、解除された瞬間は動くことができない。必然的に相手の手数が減るので、このパーティー構成でも耐え切ることができるのか。そうでなくても孫悟主人公や、ナターシャは十分強いですけどね。羅刹やジェファードが強すぎるインパクトのせいで、動画を見て情報を収集している人たちの中で、それらのキャラが必須のような雰囲気が流れてしまっているという、孫悟主人公は短いスパンで、SP を消費せずにバリアを展開し続けることが可能で、必殺技はタイミングを選んでバリアを張ることができる優秀なキャラです。またスキルを使えば強力なターゲット集中をさせることができますし、殴られることで必殺技のチャージも早まるのが強い。ジェパードが強いのはもちろんですが、孫悟主人公も少し運用方法が違うだけで十分強い。ナターシャも、スキルで単体のデバフを解除できたり、HP の低い味方に対しては回復量がアップするので、必殺技の使いどころが重要です。また羅刹と違ってナターシャの異物は HP を重視しているので、羅刹よりもヒーラー自身の耐久力が高いというのもポイント。次に実装されるリンクスもナターシャと同じ感じになるだろうから、かなりこのコンテンツでも活躍してくれそうな感じがするな。期間限定星5キャラを持ってない人も、腐らずにコツコツクリアを目指してみてください。今回見せている記憶の祝福以外でも、様々な構成や祝福でクリアが可能です。構成の話をしてたらまたボーナス踏んでるよ。あれは、第2ステージで悲しみを抱えてしまったボーナスエリア。今なら多少のお金があるので、ちゃんとボーナスエリアとして機能しますね。いや残金本当にギリギリだけどな。このイベント失敗したみたいな文章で、普通にお金くれるのでありがたい。なんなら2回ぐらい失敗した方が美味しい気がするんですよね。ラスボスの猛攻を耐えるために、ここは北条の祝福で回復力をアップさせておきます。そしてさらにもう1回ボーナスエリアへレッツゴー。いやはや、とんでもない回数のボーナスエリアを踏んだな。また3本目のろうそく。超越の鏡イベントですね。さすがにもうボーナスエリアもないので、寄り道せずにボスエリアを目指しますが、最終的にボスの強化は7段階になってしまいました。とんでもない強化数だな。ボスは強化されると攻撃力や HP も増えていくので、本来であればできる限りカウントダウンが0以下にならないように、いくら記憶の祝福だとしても、ボーナスエリアの踏みすぎには気をつけましょう。さて、7段階強化されたレベル95のスボーム戦。まずは理心でどの程度削れるのか、お手並み拝見。まさかの2連続で理心を効果抵抗されました。理心して効果抵抗されんの？これ恐ろしい話なんですが、記憶の一見サイコロのバフで効果命中は 300% 上昇。さらに祝福でもかなりブーストされてるはずなんですが、スボームは平気で効果抵抗しまくってます。7日の必殺技の凍結すら効果抵抗してんのかよ。7段階強化、恐るべし。ですが全く効かないわけでもない。試行回数を増やしてなんとか凍結させましょう。これ理心で 20% ぐらい削ってくれないと割に合わんぞ。よし、とりあえず理心付与成功。あとはこの強制解除でどの程度ダメージが出るか。14%。チーナーこれいや、しかしダメージ自体は周囲に追加される雑魚を倒しても稼げるので、雑魚を範囲攻撃に巻き込みつつ削っていくしかない。っていうかボスのスボーム効果抵抗高すぎるのでは？あとは火力もとんでもないぞ。7日の HP が一撃で5割以上飛んでった。大丈夫、まだ第1フェーズですよ。ボスの火力は最終フェーズが本番ですから。ということで、ここからはとんでもない持久戦なので、最終フェーズまで早送りを使います。実はとんでもない話なんですけど、これだけ苦戦している第1フェーズですが、結果から言うと割と楽な方で、第1と第2フェーズと合わせても、最終フェーズの方が戦闘時間が長いです。そして注目してほしいのが味方の HP。ナターシャの必殺技を温存しておいてなお、かなりの余裕があることがわかると思います。まあ相手の大技でなのかが吹き飛びそうにはなっているが、このメンツでもちゃんとラスボス相手に十分耐久ができているな。さあここからが鬼門の最終フェーズ。ボスが2体に分裂してラッシュを仕掛けてきます。ここからの注意点としては、ボスのチャージ攻撃は弱点撃破や凍結を使って、できる限り阻止するようにすること。そして体が弱いヘルタのようなアタッカーに、敵のラッシュ攻撃が向かわないように、ヘイト管理をしっかりすることです。孫悟主人公のスキルや7日のスキルは、ターゲット管理をするのに向いているスキルだし、新しく実装される予定のリンクスのスキルも、孫悟や壊滅に攻撃を集中させることができる。このパーティーだと、7日やナターシャのスキルで、積み重なった風化デバフを一つ一つ解除していますが、リンクスは必殺技で雑に解除できるのも本当に強い。リンクスは今後絶対に活用できる場所が多いので、必ず確保しておくことをお勧めし
します。よっしゃ、ボスが両方凍結。すかさず運命の反響で凍結の延長と利心を与えますよ。ヘルタだと風化スタックガニでもこんなに大ダメージを受けるのか。実はヘルタの異物は耐久に寄せてるんですけどね。それでも吹っ飛びそうになるの。いかに難易度5の強化7がやばいのか伺える。ナターシャは風化スタックが5つも溜まっていたせいで、やはり死にかけに追い込まれているな。大丈夫だ。それでも耐えられるというのを見せてやる。一旦必殺技で全員の HP がフルヘルスに。とはいえ相手の数も多いし、結構凍結も解除されてきた。全く予断を許さない状況だぞ。7日はスキルを使って AP を貯めたいのに、SP が枯渇してしまったので殴って回復。ここでボーナスエリアで取得しまくった順種の祝福が輝いてますね。行動回数が増えてるおかげで、SP の供給が追いついてますし、6回相手を攻撃すると相手を凍結させるという、記憶の祝福の要件も満たしやすい。やばい、ここで相手のボスの1体がチャージ技のチャージを開始。とりあえず運命の反響を使って、雑魚を処理します。ただボスの強化が7段階入っているので、雑魚を全て倒したからといって耐えられるとは思えません。しかし相手の弱点撃破はゲージが多すぎて無理。孫悟主人公のバリアと防御力アップで、迎え撃つしかないでしょう。果たして耐えることは可能なのか。実は孫悟主人公のスキルで味方全体の防御力アップ。これかなりバカにならない効果なんですよね。ご覧の通り、雑魚が1匹残ってしまっていますが、HP が半分しかなかったヘルタも生き残ることに成功。まあこのままヘルタのターンが来ると、風化の持続ダメージで確実に死にますが、相手の攻撃は一旦7日の必殺技の凍結でやり過ごして、ヘルタの風化デバフは7日のスキルで解除。めちゃくちゃギリギリだけど、それでもなんとか耐え続けてる。なかなか利心の付与までたどり着けなくて、ボスの HP の削りがいまいちなのが気になりますね。利心を付与しても、多くて 15% しか削れないからな。相手が凍結している間に、一発でも多く殴って利心を入れる。凍結、そして利心両方に効果抵抗のチャンスがあるっていうのが、なかなか本当にじれったい。前回の7日ヘルタ動画からして、もっとサクッと倒せるんだと思ってたわ。金狼を採用していれば、相手の効果抵抗を下げられるので、もう少し楽だったんですけど、今回はこの連下編成でもクリアできるかというのが重要だったので、ってなのか重要な範囲凍結要因が。いや、けど右側のボスの HP は残り2割程度、こちらもかなり自利品に追い込まれていますが、あいつさえ倒せればその爆発ダメージも込みで、一気にもう1体の方も削れるはず。幸運なことに右側のボスはまだ凍結したまま。左側のボスも雑魚を生み出せるの？そして絶望の凍結解除。これ以上下手にヘルタを攻撃されて追い込まれるとやばい。次の運命の反響でなんとか敵を凍結させて、そのまま右側のボスを倒す。だが残念、凍結したのは左側のボス。ままならないね。そして時間経過でどんどんとボスの火力が上がって、時間経過バフも12段階溜まってしまった。いやもうどんだけ火力上げたら気が済むんだよ。7日を落とされたせいで凍結スパンが悪くなりすぎだ。このままだと次はナターシャも落とされるぞ。なんならヘルタも全然簡単に落とされる。敵の火力が高すぎるんだ。ここから敵のボスの攻撃ターンが続くので、ナターシャで全力のヒールをぶん回します。主人公の HP はほぼフルですが、風化が5スタック溜まっているのでそれも解除。やべえなぁ、もう生命維持に必死で手も足も出ないじゃん。あっぶねー、ナターシャの必殺技がギリギリ溜まった。さすが全キャラ最速チャージはだけじゃない。からのこの回復量ですよ。とにかく殴って6回攻撃ヒットの凍結と、運命の反響を貯めないと、ここで防御スキル使ったりして守りに入ったら、もう完全に自利品になってしまう。いやこれもう耐えきれないか。無駄だー。運命の反響が間に合った。からの必殺技連打タイム。相手がターンを迎えて凍結解除する前に割り込んで、なんとか利心をねじ込むんだ。このヘルタのくるくるは強い。ボスを一体吹っ飛ばした。周りの雑魚ももう瀕死状態。この主人公の必殺技で利心を強引に解除して、連鎖爆発で残ったボスの HP も一気に削る。ダメだ。まだ HP が 13% 残ってる。順種の祝福の効果で追加ターン。利心強制解除。マジか。本当に難易度5の7段階強化を7日が連続攻撃でやられてしまいましたが、ご覧の通り、期間限定の星5キャラがなくても、祝福の組み合わせや、越見サイコロの使い方次第で、超高難易度コンテンツがクリアできてしまうという、さすがにやりがいがありすぎないかスターレイル。途中から本当にクリアできると思ってた人は少なそうではあるが、本当に星4キャラクターが優秀なゲームなんです。当然星5キャラクターは強いんですけど、とはいえ星4がめちゃくちゃ優秀で、ガチャ運が悪いからクリアできないというのは甘え、地道な育成とシステムへの理解こそが、クリアへの唯一の道なのです。長くなってしまったので、今回の動画はここまでにします。不言実装されたらまた模擬宇宙で動画を作るので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。普段スターレイルの撮影や配信は Twitch で行っているので、興味がある人は Twitch にも遊びに来てくれよな。今回は変な異物も使ってないので紹介の時間は割愛します。最後までご視聴、ありがとうございました。